皆さんこんにちは、ガジログです。今回も登場してきましたRedmi Band 2とそして Redmi Watch 3というねスマートウォッチが発表されています。Redmi Watch 3に関しましては別動画で出していますので、よろしければそちらの方でも確認いただければと思います。では早速スペックどんなもんなのでしょうか、ご一緒に見ていきましょう。というわけで Xiaomi 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。ちなみにこちら日本語に今なっていますが Google 翻訳されているものになりますので、ちょっとおかしなね日本語になっていることもありますのでご了承ください。それでは早速本日も行ってみましょう。というわけでまずパッと見の印象としては Amazfit Band 7にも似ていますね。もうバンドの形状がまんまということになります。まずディスプレイに関する情報になりますね。大画面ですよと出ています。画面のサイズは 1.47 インチになっています。画面情報が一目でわかりますよと出ています。そしてディスプレイ上ではニュースを読んだり天気を見たり心拍数を見たりデータを一目で見たり簡単に把握したりすることができるとあります。好きな機能をより多く搭載できるワイドなレイアウト、そして直感的なデータ表示でランニング中や通勤中にニュースを読んだりどれも見やすくなっていますよと出ていますが、ニュースサイトを見るわけではないと思いますが、テキスト表示がねたくさんこの一画面に表示できるということだと思われます。そしてボディサイズと重さになりますけど、ここにありますが 14.9g が重さになります。これはバンド、このねシリコンバンドが除かれた重さ、本体のみの重さになります。 14.9g ということで、これ結構軽い方ですよね。これまでいろいろ出てきたこういったファーウェイバンド7とかもそうですが、だいたい 16g 級17とかねそれぐらいになりますので、それよりも若干軽いのかなという感じになっています。そしてこの厚みになりますね、 9.99mm ということで、この辺りもね1センチ切ってきたのが結構薄い感じはします。そして衣装にドラマチックな6色のカラー、これはバンドのカラーになりますね。ブラック、そしてホワイト、ピンク、ブルーですね、グリーン、そしてこれはディープグリーンという感じでしょうかね。この6色展開のバンドが用意されているようです。そして100以上のパーソナライズされたダイヤル、文字盤は頻繁に使えますよということだと思いますけども、Redmi としてしっかりねカスタマイズされた文字盤が用意されている感じもします。そしてここはねちょっと意外なんですけども、スポーツモードが30以上ということで、通常100とかねいろいろ出てることもあるんですが、30以上で大丈夫なんでしょうかね。そして防水機能はやはり GoATM 対応していまして 50m 防水になっています。熱いシャワーやサウナ、ダイビングには適してませんよと出ていますのでご注意ください。この辺も覚えておきたいと思います。そしてヘルスケア系の情報になっていきます。血中酸素飽和度の検出にもしっかり対応していますが、24時間モニタリングではないようです。ユーザーが手動で行う必要がありますよと出ています。そして心拍数モニタリングに関しましては24時間年中無休と出ていますので、つけていれば常にね計測してくれるということになります。また深い睡眠モニタリングにより科学的に睡眠の質を最適化と出ていまして、睡眠時にちゃんとね睡眠モニタリングしてくれるわけですね。ちなみにこのディスプレイは睡眠時に今点灯している状態になりますけど、創作ですよと出ていますので、これはあくまでイメージということになります。また女性の健康に関するアプリもしっかり内蔵されています。そしてストレス測定もできますし、また1時間ごとにね立ってくださいねといったそういったリマインダー機能もついています。ではバッテリーに関する情報になりますけども、14日間の持続時間になります。またヘビに使った場合は6日間ということになりますけども、実際使うところになるとやっぱり12日間から13日ぐらいでしょうかね。まんま14日間ということはなかなか難しいのかなという気はします。運動をたくさんされる方はもっと少なくなると思いますので、一応マックスで14日間ということで覚えておきたいと思います。また磁気充電対応していますので、磁石でね吸着してパチッと充電できますので、このあたりは使い勝手良さそうですね。そして中国版に関しては WeChat や Alipay の支払いキャッシュレスに対応しているってことですので、あくまでもディスプレイ上に QR コードを表示するってことになりますので、おそらく日本に入ってきた場合にこういった機能は潰されていますので、この辺はね中国版ということで覚えておきたいと思います。また他にもですねいろんな細かな機能ありますよと出ています。こちらはカメラのシャッター機能だと思います。タイマー機能でしょうかね。またスマホを探す機能、また音楽再生コントロールやアラーム機能ですね、そういったものがしっかり入っています。
ではまだ触れていなかった細かな情報について見ていきたいと思いますけども、まずディスプレイに関してちょっと注意事項になります。こちら AMOLED ではありません。1.47 インチの TFT と出ていますので、液晶ディスプレイになるってことはご注意ください。これまでね、こういったディスプレイずっと見てきまして、これ完全に AMOLED かなと思ったんですね。この辺はちょっとね、コスト削減してるのかなという感じはします。おそらくこの上位モデルの Redmi Watch 3は AMOLED 搭載していまして、積み分けをしてるんじゃないかなと思われます。そして最高の輝度になりますけど、452となりますので、液晶にしてはね、明るい方だと思われます。そしてバッテリーの容量になりますが、210mAh ということで、この辺はスマートバンドでよくある容量になっていますね。そして振動モーターはローターモーターということで、ローターですので中で回転するわけですね。そういった意味でコツコツした感じではなく、従来通りのバイブ振動が送られてくると思われます。そしてここも重要になります。こちら中国版になるっていうことですので、簡体字の中国語と繁体字の中国語、そして英語ということで、日本語やポルトガル語、スペイン語には対応していません。アップデートで将来的に日本語対応しますかっていう質問もよくありますが、なかなかね、中国版っていうものは日本語対応しないことが多いですので、この範囲で使うってことになると思います。そして最後に同梱物になりますけど、本体と、そして充電ケーブル、マニュアル、リストバンドが1つということで、Amazfit Band 7あたりのものが使えそうな気がします。そして最後にですね、価格の方を見ていきたいと思いますが、じゃあ Xiaomi のオンライン公式サイトになりますけど、今ね、10元安くなっているってことなんですが、1元あたり19円で換算されていますけども、だいたい3021円ということで3000円ほどになっています。中国価格になっていますのでね、だいぶお安いんですけど、おそらく今後もし日本に入ってくるとしたら、そうですね、倍ぐらいのお値段になりそうだなという感じがします。6000円とか7000円ぐらいで販売されるかなという気はしますね。ですので、もしね、早くとにかく触りたいよってことであれば、アリエクスプレスなどのオンラインで購入するのがいいのかなと思います。はい。というわけで、Redmi Band 2についてご紹介しました。薄くて軽くて大画面、快適な装着感ということで、もうパッと見の印象としては、Amazfit Band 7ということで何度もお伝えしていますけどね、外観そっくりなので ZEP Health Corporation が作ったのかなという感じもします。同時に発表されましたこちらの Redmi Watch 3の方がね、めちゃめちゃよくできていまして、なぜかこちらの Redmi Band 2に関しましては、もう少しね、何かこう GPS とか搭載されて、ちょっと目新しい機能が入っていたらよりいいのかなと思いますし、これのディスプレイが液晶画面だったんですね。これまでこういったバンド系はみんな AMOLED でやってきたところが、なんで液晶になってしまったのかなっていうところで、その辺はちょっと残念な感じがしました。というわけで今回 Redmi Band 2についてご紹介しました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。